皆さんこんにちは。今回の解説では皆さんからいただいたすごく興味深いリクエストにお答えしていきますね。そのリクエストというのが、いろんな試験で試験動物ってどうやって選ばれてるの？その理由を教えてというものでした。それから生々しい動物の写真は見たくないというご要望もありましたね。わかります。なので今回は本物の写真の代わりにわかりやすい図解やデータ、表だけを使ってしっかり字幕付きで解説していきますよ。私たちが毎日使う化粧品や日用品が安全だとどうして言い切れるのか、その裏側にある安全性試験の世界へご案内します。さて、早速本題に飛び込みましょう。試験動物って一体どうやって選ばれるのってことなんですが、実はこれ、研究室で今日はあの動物にしようなんて適当に決めているわけじゃもちろんありません。どの試験にどの動物を使うべきか、世界中で合意されたすっごく厳格な科学的ルールがあるんですよ。さあ、その選択の科学について画面の字幕と図解を見ながら一緒に紐解いていきましょう。今日の流れはこんな感じです。まずは試験動物の選び方から始めて、種類と選ばれる理由、そして性別や健康の厳しい基準について見ていきます。後半ではガラッと視点を変えて、動物実験の代替法や未来の安全性評価というワクワクするような最先端の科学にも迫っていきますよ。それではセクション1、試験動物の選び方です。動物の選択がランダムではなくて国際的なルールでがっちり決められているっていう事実から見ていきましょう。皆さん、OECD テストガイドラインって聞いたことありますか？これが化学物質の安全性や毒性を測るためのいわゆる世界共通のルールブックなんです。科学者たちは私たちの安全を守るためにこのめちゃくちゃ詳細なガイドラインに絶対に従わなきゃいけないんですよ。そしてこの分厚いルールブックの中にこの試験にはズバリこの動物を使いなさいって明確に指定されているんです。画面の表を見ると一目瞭然ですよね。例えば口から入った時の毒性を調べる経口毒性試験にはラット、目への刺激を調べる試験にはアルビノウサギ、そして皮膚のアレルギー反応を見る試験にはモルモットという感じです。これただの偶然じゃないんです。それぞれの動物が持っている特有の体の仕組み、つまり生物学的な特徴が特定の危険性をテストするのにまさにぴったりだから選ばれているんですよ。セクション2、種類と選定の理由です。じゃあ、なんでその特定の動物じゃなきゃダメなのか。その生物学的な、そして歴史的な理由をもう一歩深く掘り下げてみましょう。よく実験といえばマウスやラットっていうイメージありますよね。なぜゲップ類がこんなによく選ばれるんでしょうか。一番大きな理由はズバリ寿命が短いからです。薬を何度も使ったり、長期間の毒性や発がん性を調べたりするとき、科学者たちはその影響をなるべく早く確認したいわけです。それに加えて、過去の膨大なデータがもう山のように蓄積されているので、新しい物質の結果を過去のデータと正確に比べられるっていうものすごく強力なメリットがあるんですよ。続いて、ウサギについてです。ここで最も重要なポイントは敏感さなんです。OECD のガイドラインによると、がん刺激性試験でアルビノウサギが好まれる理由は、彼らが人間よりも刺激に対してより敏感だからなんですね。つまり、あえて過敏な動物を選ぶことで、私たち人間の安全を守るためのいわば慎重なバリアとして機能してもらっているわけなんです。セクション3、性別と健康の基準です。動物の種類を決めるのは、実はほんの最初のステップ。ここからは性別や年齢、体重に関するびっくりするくらい厳しい基準を見ていきますよ。ここすごく面白い対比なんですが、試験によって求められる性別が違うんです。例えば、急性経口毒性試験では過去のデータからわずかに敏感だと分かっているため、一般的にメスが選ばれます。でも逆に皮膚から吸収されるかを調べる試験だと、男女で大きな差がない限りはデフォルトでオスが選ばれるんですよ。つまりオスかメスかの選択ってその特定のテストにおいて歴史的にどちらがより敏感に反応してきたかで完全に決まるんです。適当じゃないんですね。そして健康基準、これがもう本当にシビアなんです。選ばれるのは若くて健康な大人だけ。
体重のばらつきも平均のプラスマイナス 20% 以内にぴったり収めないといけません。メスを使うなら一度も妊娠したことがなくて、現在も妊娠していないことが絶対条件です。おまけに試験前には3から7日間の環境に慣れるための期間まで必須なんですよ。なぜかって、科学的に正確な結果を出すためには、体重の変動とか妊娠といった結果をぶらせる要素を極限までゼロにする必要があるからなんです。さあ、ここから物語が大きく動きます。セクション4、動物実験の代替法です。これまでの歴史的な動物実験から、動物を使わない最先端で倫理的な方法へのシフトについてお話ししましょう。動物実験を取り巻く世界は、法律によって劇的に変わってきています。例えば2009年、EU が化粧品成分の動物実験を禁止しました。さらに2013年には、動物実験をした化粧品の販売そのものを完全にストップさせたんです。台湾でも2019年に全面的な禁止令が出ましたよね。こういった法律の強力な後押しがあって、じゃあ動物を使わずにどうやって安全を証明するのという新しい科学技術の開発が一気に加速したんです。このスライドで本当に注目してほしいのは、安全性を測る部隊が生きた動物、つまりインビボから試験管や培養皿の中のインビトロへと完全に移行しつつあるってことなんです。現代の安全性試験はもはや生きた動物ではなくて、高度な細胞培養とか遺伝子レベルの解析といった細胞や分子生物学のテクノロジーに大きく頼るようになっているんですよ。すごい進化ですよね。この大きなシフトを根底で支えているのが、世界共通の倫理ルールである 3R の原則。一つ目はリプレイスメント。つまり動物実験を非動物試験に置き換えること。二つ目はリダクション。使う動物の数を減らすこと。三つ目はリファインメント。動物の苦痛を和らげること。今の毒性研究は最終的に動物の苦痛を完全にゼロにするという目標に向かって、この 3R を羅針盤にして進められているんです。実際のルール表を見てみるともっとよくわかりますよ。皮膚へのダメージを測る評価では、再構築ヒト表皮モデルっていう人工皮膚とか、経皮電気抵抗試験といったインビトロの代替法が、従来のウサギを使ったテストよりも明確に優先して使いなさいって指定されているんです。つまり代替法はもうただの選択肢の一つじゃなくて、法的に真っ先に選ぶべきファーストチョイスになっているんですね。いよいよ最後のセクション5、未来の安全性評価です。じゃあ科学者たちはこの新しいテクノロジーを現実の世界でどうやって使っているんでしょうか。ここで鍵になるのが IATA と呼ばれる戦略的フレームワークです。これ簡単に言うと、今まであるデータとかコンピューターの予測モデル、それにインビトロ試験を全部組み合わせて安全性を判断しようよっていうシステムなんです。生きた動物を使ったテストは、これら全部をやってもどうしても答えが出ない時の本当の最後の手段としてだけ使われる、いわば最終フィルターなんですよ。じゃあ、これが実際の現場でどう組み立てられているか見てみましょう。IATAには大きく2つの作戦があります。もしこれかなり毒性が強そうだなと疑われる場合はトップダウン方式。インビトロ試験でパパッと高い毒性を確認してそこで終了させます。逆に安全そうだなという場合はボトムアップ方式。インビトロ試験を1段階ずつ慎重に重ねて、やっぱり毒性はないねって証明していくんです。どちらも生きた動物を誓わずに答えを出すための本当にお見事な戦略ですよね。ここでちょっとびっくりする数字をお伝えしますね。なんと 76% です。最新の人工皮膚を使ったモデルは人間の皮膚の反応を最大で 76% の精度で予測できるっていうデータがあるんです。これ実は昔やっていた一部の動物実験よりも予測精度が高いんですよ。もちろんいろんな成分が混ざった複雑なものの予測とかまだ乗り越えるべき価格の壁はありますけど、テクノロジーは確実に、そしてすごいスピードで進歩しています。究極の目標は人類の絶対的な安全の保障と動物の苦痛の完全な排除をシームレスに両立させることである。皆さんからいただいたリクエストにお答えして安全性試験の裏側を解説してきましたがいかがでしたか？テクノロジーと倫理観は私たちが想像する以上の進化を遂げています。私たちは今、動物自身の反応よりも試験管やコンピューターのデータを信頼する新しい時代への準備ができているのでしょうか？ぜひご自身でも考えてみてくださいね。
今回の解説楽しんでいただけたら嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。